皆さんこんにちは、みさとです。私は今、近鉄特急に乗って京都駅に着くところです。今回の青春18切符の旅は、京都駅から始まります。近鉄の改札を出て、JR の京都駅西口改札へ。乗車前に今日の日付印を押していただきます。はい、どうぞ。ありがとうございます。最初に乗るのは京都7時3分発の新快速米原行き。京都で一旦乗客は減りましたが、次の山科から大勢の乗車で再び混み合う車内に、草津を出てようやく車内に少し余裕ができました。さて今回の青春18切符で向かう先は福井県のあわら温泉です。米原で乗り換えて北陸本線であわら温泉を目指します。ということで米原駅に到着。同じホーム向かい側には8時4分発の大垣行き、放送では8時4分発の敦賀行きは5番乗り場へ急ぐようにとの案内がありました。私はその次の敦賀行きを利用するので30分ほどの時間を利用して米原駅で途中下車します。確か草津あたりまでお天気は良かったのですが、雨上がりな雰囲気の駅前。この前の城崎温泉の時は暖かでしたが、本格的な冬はもうすぐそこまで来ている感じの米原駅の西口でした。ということで旅を続けます。8時34分発の敦賀行きです。先ほどまで前だった側の先頭はよく見ると貫通扉に雪がついています。発車時間になり敦賀行きは米原を発車。発車前に到着の琵琶湖線の快速電車からの乗り換えのお客さんが多く乗り込み、車内は賑やかになりました。この列車は普通列車敦賀行きワンマンカーです。一旦止んでいた雨、また降り出しました。今日はずっとこんなお天気なのでしょうね。長浜に着くとかなりのお客さんが下車。そして降っている雨が白い粒になりました。今シーズン初めて見る雪です。絹本駅ではしんしんと降り積もる気配の雪。この日は結局そんなに積もらずに済んでよかったです。予後駅を出るとトンネルに入り、湖西線と合流して大見塩津駅に着きます。この日の雪は大見塩津付近がピークだったようで、次の新疋田駅では見た目の積雪が目立って少ないのがわかります。発車します。ドアにご注意ください。そんな感じで米原駅から47分で敦賀駅に到着。北陸新幹線は外から見たらもう完成してるかのよう。次の列車まで32分ほどあるので途中下車します。駅の切符売り場はハピライン福井の開業準備に向けて仮設営業中。こちら側の駅の外観は新幹線開業後もこのままなんでしょうね。敦賀駅のこちらのホームにサンダーバードや白鷺が発着するのももう間もなく見納めですね。そして次に乗る9時53分発の福井行きが入線。2両編成で福井を目指します。ちなみに遅れている新快速との連絡待ちのため10分程度待って敦賀を発車。空席が多かった車内も立ち客が出るほどになりました。北陸トンネルを抜けるともう一度積雪が増えました。列車は今庄駅に停車。帝国ではここで6分間停車して特急サンダーバード9号に道を譲ります。遅れていましたが、そのままここで退避のようです。ちなみにこの駅に降り立ったのは1980年以来、牛野や細呂木間の架線トラブルで長時間抑止がありました。懐かしいです。停車して6分後ぐらいに特急サンダーバード9号が長い12両編成を従えて通過していきました。このサンダーバード9号は敦賀に停車しない、京都の次は福井という速鉄タイプのサンダーバードですね。懐かしい今庄駅を堪能して出発。普通列車でも線路の状態のいい北陸本線、気持ちよく高速で飛ばしますね。武生駅やメガネで有名な鯖江駅も過ぎ、越美北線との乗り換え駅の越前花南道駅を出ると福井駅です。福井駅の乗り換え時間は予定では23分ありましたが、
10分程度の遅れがあるのでホームで待ちます。その間に名古屋始発の特急白鷺3号が先発。そして次に乗る折り返し金沢行きが入線。こちらは4両編成です。発車の前に特急サンダーバード11号が到着し先発。白鷺もサンダーバードももうじき福井駅には来なくなる列車たちですね。そして金沢行きも発車。特急が敦賀までの運転になるのは寂しいことですが、新しく新幹線ができるのは嬉しいことですし、私は新幹線を待ち望んでいます。福井からあわら温泉駅までは4駅で16分。4分ほど遅れたままあわら温泉駅に到着。この駅からバスに乗るのですが、もともと11分あった乗り換え時間が7分になり、初めての場所というのもあって焦りましたが、目当てのバスには乗りました。このバスは京福バスの97系統東尋坊線11時40分発の龍翔博物館前行きです。あわら温泉駅から温泉街へは少し西に離れたところにあり、バスで8分乗車。運賃は大人300円です。下車したのは越前鉄道のあわら湯の町駅。昔はこの駅まで先ほどのあわら温泉駅が金津という駅名だった頃まで国鉄三国線がありました。この駅付近は国鉄三国線あわら駅の名残なのでしょうね。越前鉄道は帰りに利用します。さて今日向かう温泉はセントピアあわらという日帰り温泉。あわら湯の町駅から徒歩5分だそうです。旅館やホテルの日帰り入浴利用以外だとここになるようです。入浴料金は大人500円。日替わりでお風呂の入れ替わりがあり、この日の女湯は天の湯。ガラス張りで開放感がありました。あと、温泉卵作りが体験できるコーナーが面白そうでした。私はお風呂上がりに利用しようかと思いましたが、4、50分かかるので時間の都合で断念。案内に書いてますが、入浴前に卵をセットする必要がありますね。お風呂から上がって遅いお昼ご飯時です。セントピアあわらからほど近い場所にある福野屋さん。私はなんとなく日替わり御膳を頼みました。今日の日替わりはうどんになっていて、越前そばのお店でしまったなと思いました。おろしそばが有名なお店と後で知りました。でも日替わり御膳自体は柚子入りのおうどんがいい塩梅で出汁も良くて美味しく、ミニ天丼もペロリといただきました。もう一度訪問するならおろしそばをぜひ頼みたいです。はい。お昼ご飯を済ませてあわら湯の町駅に戻りました。これから越前鉄道三国あわら線で帰ります。駅にはサンダーバード号と白鷺号が敦賀以外の福井県の駅から発着しなくなる旨のボードがありました。大長号も開津号も懐かしい。あわら湯の町駅の改札を入るとき、昔懐かしくハサミで切符に入居を受けました。切符のこの切れ目、ほんと懐かしいです。あわら湯の町駅14時49分発の福井行きに乗ります。列車は1両のワンマン運転ですが、アテンダントさんが乗務されていて、切符の販売や放送、案内などをされていました。列車は福井平野を淡々と走り抜け、15時31分、福井駅に到着。約40分のローカル施設の旅を楽しみました。新幹線の開業に向けて準備中の福井駅構内を眺めつつ、JR 福井駅の改札を通って15時45分の敦賀行きに乗るつもりでした。ですが、発車を過ぎた15時49分、私は改札の外にいました。実は改札を通った後、青春18切符を落としました。エスカレーターを乗っている間に18切符が手元からほろりとすり抜け、エスカレーターの隙間に入っていきました。全く目を疑うような光景でした。まだ2日しか使ってない青春18切符。って感じです。戸惑っていても仕方がないので駅員さんに相談です。直前に改札を通ったので18切符を使っていたのは分かっていただけました。問題は切符を回収しようにもエスカレーターの中はメンテナンス業者の方しか開けられない。ということで業務連絡書というものを受け取り、今日の18切符の旅は続けられることになりました。
切符は後日業者の方が来られた時に開けて確認していただけて、切符が見つかれば送っていただけるということでした。これは私の不注意から福井駅の駅員さんに多大な迷惑をかけてしまい、本当申し訳ありませんでした。これからエスカレーターに乗るときは切符を触らないようにします。さて、次の敦賀行きまで40分ほど時間があったので、福井駅前をぐるっと回って見るだけの観光をしました。来年2020年3月に北陸新幹線が来たら、これまで以上のお客様を迎えるのでしょうね。時間になり帰りの列車に乗車します。福井駅16時47分発の敦賀行き。その前にサンダーバード34号大阪行きが先発です。福井駅を発車して間もなく日没の時間となります。敦賀には17時36分着。次の列車は接続もよく17時49分発の新快速播州赤穂行き。米原経由であとは座ったまま大阪まで運んでくれます。敦賀を発車したところで福井駅で購入しておいた駅弁をいただきます。古代カニ寿司です。昔特急来庁号車内で売られていた鯛寿司と古代の押し寿司部分は同じでした。カニの押し寿司部分も発売されているので、両方を一度に味わえる贅沢な駅弁ですね。カニ部分にかけるカニ酢しか映ってませんが、鯛にかけるお醤油、それとガリも添付されていました。美味しくいただきました。滋賀県に入ってどんどん南下すると列車が混み出すのが分かっていたので、敦賀を出て早めにいただきました。18時42分米原に到着。5分停車して前に電車をつないで12両で大阪方面に向かいます。夜の琵琶湖線を走り抜けて京都へ。新大阪の手前で列車が団子状態になってゆっくりになりましたが、5分ほどの遅れで済んで大阪着。そして大阪環状線で鶴橋駅に到着。福井駅で受け取った青春18切符の代わりの業務連絡書を提示して JR 近鉄連絡改札口を通過しました。ということで青春18切符を紛失するというトラブルも発生しましたが、本日も無事に18切符の旅を終えることができました。なお、福井駅の駅員さんから青春18切符は無事見つかったとの連絡があり、数日後家に届きました。福井駅の駅員さんにはもう感謝しかありません。これで3回目以降の18切符の旅も続けられます。次回の青春18切符の旅をお楽しみに。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。